ジャズで生活の踊る。どうもこんにちは、ジャズギタリストレイダーケです。ということで今日はドミナントセブンスで使える3つのスケール比較していきましょう。ということでドミナントセブンスで使える3つのスケールやってみましょう。ちょっと怪しい2-5フレーズになってましたが、こちら今日やる3つのスケールのうちの1つ使っております。何を使ってるかはおいおいやっていきますが、いつも同じフレーズばっかり使ってしまうよっていう方必見ですね。3パターンもできることになりますので、すぐに使いやすいように同じフレーズ運びで最初2度前段のところやっていきますので、5度7のところちょっと変化するだけになっておりますので、ぜひぜひ最後までお楽しみください。で、今日はキーは C メジャーのキーでやっていきます。1度メジャーだね。なので2度マイナー d マイナー7、5度7 G7 ね、1度メジャー戻ってくるという感じですね。で、この5度セブンスでどんなスケール使いましたっけ。1つ目、オルタード。ジャズといえばオルタード、レオタードではございません。やっていきましょう。というわけのわかんないフレーズになってます。フレーズ自体は正直覚えなくていいんですけども、じゃあなんでやるんだというと、度数ね、どういうのを使ってるんだっていうのをね、まず見ていきましょう。1度ね、フラットナインス、シャープナインス、メジャーサードいって、シャープ11いって、フラット13いって、7度いって1度という感じです。あともうこれ続くだけなんで、まあややこしいわね。で G7 のコードトーン1度3度、7度ね、これ以外の変な音っていう感じで覚えていただければいいかと思います。変な音っていうG7 ミクソリディアンやると1234567 1になってますね。なので137プラスフラット9、シャープ9、シャープ11、フラット13という感じですね。で、普通のスケールとして別に成り立ってないのでね、135のこのコードトーンがちゃんとないっていうのが特徴だね。では次、ディミニッシュスケールですね。コンディミとも呼ばれます、日本では。海外でコンビネーションオブディミニッシュっていうのも伝わらないです。とりあえずやっていきましょう。はい、こんな感じのスケールです。怪しいスケールだね。ではこれいきましょう。江戸っ子みたいになって1度フラット13、シャープナイスいって、メジャーサードいって、シャープ11いって5度いって6度いって7度、あとは繰り返し1フラット9、シャープ9サード、シャープ11、5度、6度、7度、1度っていう感じだね。で、これよく見てみると半音半音、全音半音、これをずっと繰り返しているだけです。で、次は全音半音ね、で全音半音という感じ。はい、トルネコの大冒険のモンスターハウスの音ですね。僕ぐらいの年代ですわね。スーパーファミコンの、トルネコの大冒険やってた人はね、という感じでこういう怪しい時に使うやつだね。で、日本の人でこういうディミニッシュの音聞くと、今の日本の人ってびっくりするでしょ。地震のアラートの音らしいんですけど、僕がいた時はこれなくて、僕12年にもアメリカ来たので、東北大震災の次の年に来たので僕は経験はないんですけども、日本の人はいやみたいなね、どういう音かよく分かんない、ちゃんと聞いたことないから。でもそういう感じでディミニッシュっていうのはすごい緊張感がある音なんですね。では次行きましょう。 HP5 ハーモニックマイナーパーフェクトフィフスビローってやつだね。わけわかんない。ハーモニックマイナーの、5度から始めなさいよと、完全5度したからねっていう感じのやつですね。はい、では行きましょう。1度フラットナイス、メジャーサード4度5度、フラットサーティンスで7度1度戻ってくるね、6
マイナー、2/5でよく使ったりしますが、メジャーでもこれ使えますのでやっていきましょう。でこの3つのスケール比較していくと、まず1つ目、オルタードとディミニッシュ何が違うかっていうと、決定的に違うのはフラット13、6度だよね、13だよね。それ以外はほぼほぼ同じです。であと5度があったりなかったりするんですけど、別にオルタードに関してはスケールとしては5度入れてないですけど、別に5度弾いても問題はない。オルタードっていうのはただそれ以外の音みたいな感じなので、オルタードって日本語にすると変更したとか変化したとかそういう感じのニュアンスだった気がしますが、なので普通のスケールの音じゃない変化が起きる音だよみたいな、変化が起きるテンションがいっぱい入ってるよみたいな感じで覚えておけばいいです。HP5 の特徴って、普通大体のスケールって1度から2度とか行く時に全音だったりマイナーだったら半音だったりするんだけども、ここからね、全音プラス半音 1.5 音が飛ぶってことだね。はい、単3度、じゃあ単3度、増2度と言った方がいいのかな。なのでここがすごい特徴です。でオルタードセブンスで使うと、2、3、4ね、こういう解決できるよね。で、ディミニッシュとかね、これだとそのままスケールで下がっていけると。で HP5 メジャーにするとこういう感じね。このまま下がってたらマイナーになっちゃうからね。でやるとメジャーで解決できるという感じで、こんだけ違う。でオルタードとディミニッシュスケールってフラット13と13だけしか違わないって言ったんだけども、でディミニッシュがディミニッシュたるゆえんちゅうのが、このスケールの並び方、コードでもディミニッシュコード、この単3度重ねでいったり、半音全音いって半音全音、この、すごい、綺麗な、律儀な並び方というか、整った並び方というかね。でこれがあるからディミニッシュのサウンドが分かるっていうところがあるので、この音だけ弾けばディミニッシュなんだとかね。なのでオルタードと違うからみたいな、こういう使い方しても何をやってんだディミニッシュっぽくねえなみたいなのが出るので、そこはあまり勘違い されないように、うまく解決したけどもね、悪くないけどディミニッシュ感っていうのはあんまり出ないよね。なのでディミニッシュね、この幾何学的な並び方っていうのがディミニッシュっぽいので、ここをねうまく崩さないようにみたいな使い方をするなら全然いいけど、みたいな使い方をねするのがディミニッシュの特徴というところになります。この画期的な譜面台のおかげで日々の音楽活動の譜面台のストレスも終わりで、皆さんこれ何がすごいんだって、でこれ片付けセッティングがどえらい簡単にできます。なので音楽活動で譜面台を使う、もうできちゃった。でこれただの爆速折りたたみ譜面台じゃなくて、付属品を譜面台に取り付けることが可能です。携帯電話だけじゃなくてホルダーを拡張することで iPad も挟むことができちゃいます。大きい譜面もクリップで挟めるのでページがめくれない。主に iPad で見る方はこういう携帯もできる。小物も実はここに置けたりしちゃいます。あとは GoPro や DJI のカメラにも使えると。でもちろん片付けも爆速。はい、おしまい。多機能で無駄がないので演奏に集中ができる。専用バッグもどれやおしゃれ。私レイダイケの URL から購入していただくと特典割引あり。 URL スキャン、概要欄にもリンクを貼っておきますので、ぜひぜひこちらこの機会に購入ください。ということでこの3つのスケール2パターンずつ、2/5フレーズ用意してきましたのでやっていきましょう。はい、という感じで最初のねという感じで最初ね2度マイナーはほとんどこの感じで3つ、あとは後ろ動かすだけみたいな感じになってます。ね、
まあよくあるオルタードになってます。ではこれを元に次の聴いてみましょう。はい、最初は同じという感じだね。こっちではもういいんだけども、ここで戻るとなんか分かりやすいよね。これってね、あれに似てるんだよ。はい、オン・ザ・グリーン・ドルフィン・ストリートのね、ここのところに似てるので、フラット9シャープ9って5度に戻る。なのですごい親しみがあるよね、こういう戻り方っていうの。はい。でグリーンドルフィンがディミニッシュを使ってるかっていう話じゃなくて、最後のここのねディミニッシュで追ってた最後がたまたまね、ここのところに似てるから親しみやすいっていうだけですね。では次 HP5 どうなってるか見ていきましょう。ここまでは同じだね。で5、6、7、6、5ね。ここまでは別に何の変化もしてない。普通のあれでいくんだと思わせて、ここさっきの 1.5 度離れてるここをすぐ、これだけですごい HP5 感出るよね。11スメジャーサードフラットナイス1度ね。はい。これでもいいね。という感じで3つの違いをねうまく使って同じフレーズを避けていきましょう。では今度高いポジションでもやってみました。ここの説明ちょっとしないといけないね。ナインス1度7、6、5、4メジャーサード入ってマイナーサードいくっていうんだけども、バリー・ハリス・セオリーの6ディミニッシュスケールのところでおなじみなんだけども、ざっくり言うと C メジャースケールでいくとドレミファソソラシドになるよね。表拍にコードトーン、裏拍にコードトーン以外のスケールだね。でこの時は C6 で考えるコードトーンは1356で、それ以外2度4度フラット6度入れてメジャー7度入れるっていう感じ。表拍と裏拍を分けて、それで弾くと表裏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 表ね、全部表にコードトーンが入るのですごい耳障りがいいよね。でそれと同じ理論で d マイナーのナインス、これコードトーンじゃないんだけどコードトーンまたはスケールっていう感じで、できればコードトーンの方がいいんだけども、フレーズによって表拍ね、で次も表拍ワンツーと弾くからね、1度7度で6度5度、ここのところ4度メジャー、3度A マイナーサード
なぐとワン、ツー、スリー、フォー、ワンね。次のこの、セブンスなんだけども、5度セブンスのね、すごい耳障りがいいよね。裏拍にそれ以外の音が入ってるというところで、アプローチノートと言ってもいいんだけども、この裏と表のねコードトーンまたはスケールの使い方を知っておくとフレーズ作りすごい便利になります。そういうことがあります。はい、ここからよくあるオルタードフレーズですね。ではこのオルタードどう変わるか次やっていきましょう。ここまでは同じ。という感じ。ここは最後5度をターゲッティングしていくと。下まで行くならこういう解決。最後はね絶対こうね解決しないとコード、終わったんだっていうのが分かんないのね。とかこういう感じでもいいんじゃないかな。いいや、とりあえずね。ディミニッシュこういう感じで、ディミニッシュなどで思いっきりスケールを使っていくとディミニッシュ感が出ていいですね。では最後 HP5。 はい、ここまでは同じ。ここからといきます。ちょうどここフラット13度ね来たので、ここからねハーモニックマイナー感がここで出てくるので、これもターゲッティングして5度に行く。そのまま下下がってメジャーサードでもいいけども、どちらでも。という感じ。ここセブンスからここフラット13あるので、ここからもスケール下がっていくね。すごいハーモニックマイナー感が出てくるね。ここでターゲッティングして5度に行ってもいいね。ハーモニックマイナーのねここのね特徴的なところがすごい出てる。こういう感じで使ってあげるといいと思います。という感じで三者三様電気という感じでね、みんな違ってみんないいみたいな感じですね。なのでこういうのいつも練習しておいて、セッションとかその時の気分で使い分けれるようにしておくといいと思います。はい、ということで今日は以上になります。こんな感じで楽しく練習していただいて、楽しいジャズギターライフを一緒に送っていきましょう。ということで今日の動画いいねと思った方はぜひいいねボタンやコメント欄に何か書き込んでいただければ大変励みになります。で、特になんとも思わなかったよって方がおりましたら、コメント欄にキクラゲとだけでも書いていただければこれ幸いでございます。はい、という感じでキクラゲの入った豚骨ラーメンが食べたい私レイターですけれども、Facebook、Twitter、Instagram などをですね低頻度でやっておりますので、そちらの方フォローしていただきつつ、皆さんはよなんか書きやとコメント欄で私レイ大輝をいじってみてはいかがでしょうか。ということで日頃から皆様いつも温かいありがとうございます。で、最後にですねスーパーサンクスなどをしていただけるとですね、ただただ私レイ大輝のテンションが爆上がりしていきますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。ということで最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回もお会いしましょう。バイバイ。